さんこんにちは。こんにちは。前回の松田光学生編に続いて、今回は松田光社会人編をお届けしたいと思います。準備はいい？はい、大丈夫です。というわけで、ではもう早速進めたいと思います。松田光平金に入りました。最初の印象はどうでしたか？印象はなかなか大変なチームだなって思いました。大変なチーム。はい。それは日本リーグが大変なのか、社会人としてやることが大変なのか、このチームが大変なのか。全て大変ですね。すべて。なるほどね。はい。学生の間はね、自分のプレーとか大学その学生のチームのプレーとかだけを考えてればいいんですけれど、日本リーグとなるともういろんな角度から注目されますし、その会社の広告塔としてもやらなきゃいけない、なおかつ年の離れた人たちともプレーをしなければいけない、そういう大変さとかね。はい、そういう大変さがありました。なるほど。じゃあもう日本リーグやってみて、はい、1年目、やってみた印象はどうだった？自分が想像してたよりは割とやれたなっていう印象があります。それは打つ方も投げる方？そうですね。投げる方は割と1年目に本当に結構いけるなっていう。その防御率も1位がアンドリューで、2位が、平木にいた横畠さんで、3位が自分だったんで、ピッチングの方は割と本当思った以上にやれたっていう印象があります。なるほど。はい。じゃあピッチングはやれたと思ってる。じゃあバッティングはどうだったの？バッティングは正直あんまり打った印象っていうか記憶ないんですけど、でも結果を見ると3割も打てましたし、ホームランも2本も打てましたし、自分のイメージよりは結果は残ってるなっていう感じでした。でもすごい打ったっていう記憶も本当になくて、バッティングは思った以上に結果が残ってるなっていうぐらいでしたね。代表以外でその国内で外国人と対峙するのも初めて？そうですね。はい。アンドリューが初めてでしたね。はい。でその1年やってみて、バッティングの方はなんとなくって感じだったみたいなんだけど、はい、じゃあどのタイミングでバッティングこれだなっていう感覚がつかめた？目に見えて結果が出始めたのは、社会人2年目3年目くらいで一気にポンと成績が伸びたというか、のは覚えてますね。それは何かきっかけがあった？きっかけは3つ多分あって、でも1つはそれこそ僕大学5年間行ったんで、大学4年の時と5年の時と千葉で国体出させてもらったんですね。でその時に、代表に入っていた酒井さんっていう方と、インカレ、優勝、日体大でインカレ優勝したピッチャーだった川口さんっていう人がいて、千葉のレジェンドの中の2人ね。でその2人にバッティングの打ち方とか、ピッチャーのこういうところを見たら癖が出るんだよっていうのを教えてもらって、それまではただ漠然とピッチャーが投げてくる球を打つっていう風に学生生活ずっとやってたんですけど、その時に打つ準備段階でこんなにもヒントがあるんだっていうのに気づいて、でそういう癖とかを見始めたっていうのが一つ
でまあ2つ目は道本さんっていう平木にいたじゃないですか。ここにね。はい。で僕が1年目、社会人入ってチーム内で一番すごいと思ったのがその道本さん、ちょっと変な打ち方なんですけどもう本当に何でも打つし、まあすごかったもん。はい、確かに全然こう安定感のありそうな打ち方じゃないのに安定して成績を残してて、この人すごいなと思ったんですよ。で、まあ、何がいいんかなちょっと分かんないなと思ってて、バットがいいんじゃないかなと思ったんですよ。でそれまで、高校大学と84センチのバットしか使ったことなくて。それはチームにそのバットしかなかった？高校はあったんですけど、大学はもう本当部費がグラウンド代でしか使えないような状態だったので、年間チームで1本とかしか買えなかったんですよ、部費で。それで86センチとかを買うわけにいかないじゃないですか。みんなが使えるようなサイズを買わなきゃいけないからね。なんで84センチしか多分バットなくて、で使ったことなかったんですよ。でその道本さんが使ってる当時カタリストっていう黄色いテントウムシって言われてた、ちょっと使ってみたいなと思って「貸してください」って言って「いいよ」って言うんで、打ってみたら「なんだこれ」みたいな。いやバット2センチ長くなっただけでこんなにもなんかしっくりくるのが変わるのかみたいな感覚があって、でそこからずっとバット借りて打ってたんですよ。でもそしたら結構グンとこう来て、でそれと同じタイミングで僕バッターボックスのホームベースのところに後ろ足を置いて打席ずっと立ったんです、高校大学と。これじゃあ3つ目のポイントね。はい。でなんかあるタイミングでその今大阪桃次郎の監督やってる中村健二さんとかなんかバッティングの話かなんかをしてる時に「お前なんでそのとこに立ってんだ」って言われて「普通後ろに立つだろ」みたいな「後ろに立ってみろよ」って言われたんですよ。そしたら感覚違うからってで立ったらなんか球すっごい細く見えるみたいな、ほんとこう何十センチとかしか多分変わってないんですけど、すごいボール見やすくなって、ただその3つが自分のこうバッティングを大きく変えたことだと思うんですよ。それこそその学生時代も大学生の球は打てたんですけど、その国体に兵庫国体大学2年生の時に出たんですけど、でその時に、準決勝まで行って長野、高知、群馬でやったんですけど、群馬にはもう負けて、でその2試合勝てて、で打席ももらってて3試合で8打席あったんですよ。7三振1ゲッツー地獄みたいな成績。8打席9アウト。9アウトです。本当に社会人のピッチャーってすごいなっていうのをこう間近に体験したというか、本当すごいなと思ってて、だから学生の頃とか本当に打てなかったんですよ、その社会人の球は。大学生の球は打てたんですけど、対学生は打てるけれども対社会人が打てなかった。はい。でその考え方を教えてもらったりして社会人に臨んでリーグではぼちぼち打てて、でバットと打席の立つ位置を変えることによって急にタイトルが取れるようになったんですよ、リーグで。なるほど。はい。じゃあバッティングの感覚はそうやって使わないと。そうですね。本当にバット一つ、立ち位置一つでこんなにも変わるのかっていう。なるほど。じゃあ日本リーグやり始めました。バッティングも感覚つかみました。ピッチングもある程度つかみました。で、毎年コンスタントに成績を残していってる中で、投げる方も打つ方も、この選手と対戦するのもすごく楽しいなとか、面白かったなとかっていうのなんかあれば。そうですね。面白いのはやっぱりいいバッターと自分がピッチャーで対戦するのは、誰でも面白いっていうのは言い方あれなんですけど、でも特に面白かったのは
松岡さんですね。旭化成のね、はい。今年から監督を務めてる、はい。マサテルの方ね。そうですね。なんかこう松岡さんの時はチームの勝敗っていうのが第一にいつも考えてるんですけど、なんかそれ以上にちょっと思い切った勝負したいなっていうのが感情出ちゃうんですよね。それはベンチで見てても分かる。分かる。で、その松岡さんも対戦楽しかったとか試合終わった後に言ってくれたりするんで、なんかなんですかね、次対戦した時もこうなんかちゃんと勝負したいなっていうか、やっぱそういうふうに思いますね。でもそうなんていうんだろう、刺激をもらえるバッターがいるからこそさらにピッチャーとしてももっと進化しようと思うだろうし。そうですね。で逆に刺激の強いピッチャーがいると、逆にそれを打ってやろうと思ってまたバッターとしても進化するだろうし。そうですね。でもだからバッター相手がピッチャーですごい意識するのは、やっぱアンドリューはもちろんそうなんですけど、やっぱ早めはもうすごい意識しますね。なるほど。はい。やっぱり自分の高校学生時代にずっとこうトップで走り続けてきた男なんで、なんかやっぱり特別な思いが自分はあって、早見から打ちたいとか、早見と投げ合いで勝ちたいとか、いまだにそういう思いはこの年になってもお互い投げてるんで、そういう思いを持って試合してますね。なるほどね。2人ともね、長く日本代表に携わっているわけで、日本の中心の役割を果たしているピッチャーの2人なので、そのやっぱ競争というか刺激の試合っていうのはすごく、もちろん本人たちのためにとってもいいだろうけど、日本にとっても、日本全体にとってもいいだろうね。多分ですね。早見がどう思ってるかわかんないですけどまたそれをまた今度聞いてみたいね、そういうのね。そうですね。でも今で言ったらその2ステップで投げる松田光、1ステップ1モーションで投げる高橋隼人、これやっぱ好投手だけれどもそれぞれの特徴がある、もう代表的な例じゃない、そういう2人がやっぱりいつまでもライバルというか、ね、しのぎを削り合う中だったら見てる方も楽しいけど疲れますよ。疲れますよやっぱりずっと意識しながら投げてるんで、特にそのコーチとやるときはバッターとももちろん対戦してるんですけど、なんか早見とも対戦してるんですよ。投げてる自分が投げてる時に。なんかそういうのって楽しいんですけど疲れるんですよ。エネルギーいるね。いりますね。だから、今で言うと、高知、大和、旭化成ももちろんあって、めちゃめちゃ楽しいんですけど、めちゃくちゃ疲れるんですよ。なるほど。いい疲れなんですけどね。だから言ったらこういうチームがなかったら自分もこの年までソフトやってるかもわからないですし、なんか今となって思えばすごいいい思い出というか、いい思い出って言い方はあれかな。そうね。はい。結局去年日本リーグってこう統一されたけれども、それまでは西と東で分かれてるので、西で僕らやってる中でこうお互い刺激を強く与えてくれるチームってことだから、今度はもう全体になるからさ、またこれ全体の中でそういう選手チームまた増えてくるだろうから、これ。そうですね。去年1年間もやりましたけど、でもやっぱりいまだにその4チームの方が自分は熱くなりましたね。あれじゃない、やっぱ年が近い選手もいるっていうのもさ、絶対それはあると思いますね。はい。2020年なんで、今年日本リーグ、まだ始まってないですけど、始まるとしたらなんか日本リーグ今年はこれしたいな、ああしたいなとか、
まあ今西とまあ去年合わさって5連覇中、リーグは。西が4で去年統一でですよね。なんでまあやっぱり1位抜け、6年連続で1位抜けしたいっていうのもありますし、まあ、1位抜けできなくても今年岡山で決勝トーナメントあるので、多分それには絶対出たいですよね。そうね。はい。まあ出て優勝したいですよね。なるほどね。なんでお客さんいっぱい来てくれると嬉しいです。まあそれ間違いないね。はい、せっかく僕ら岡山ではい、開催できる岡山の地のチームなんで、やっぱり観客はいっぱいいてくれた方がモチベーションにもつながるんで、で1回見てもらえたら、特に決勝トーナメントっていうのも選ばれたチームしか出れないので、もうバチバチの試合するじゃないですか。なんでそういう試合をこう初めて見に来てもらえたら、また次行こう、また次行こう、思うと思うんで、会場にやっぱり来てもらいたいです。そうね。はい、ぜひ来てもらいたいね。オリンピック1年延びたってことで、男子のソフトボールもまたオリンピック同様まではいかないけれども、それなりに取り上げてくれそうな機運はあると思うんで、そこ広報活動もしっかりやりながら男子ソフト、男女ソフト、広めていけたらいいのかなと思うんだけどね。そうですね。本当に広まってほしいです。はい。で最後にこれから松田ひかるが目指すべきところ。そうですね。まあ今ちょっと言ってた話と内容かぶっちゃうんですけど、まあ、自分がもうどうこうっていうよりは、やっぱりこのソフトボール、特に自分が関わってる男子のソフトボールっていうのをいろんな人に知ってもらって、なんかこうメジャースポーツって言われるスポーツにこう、負けずとも劣らないというか、いうところまでやっぱり面白い競技なんで、持っていきたいなっていうのは大きな目標としてありますね。見てもらえたら本当に面白さ、すごさっていうのは感じ取れると思うので。そうですね。しかも野球よりも選手との距離感も近いんで、もう本当選手ともうすぐそこで試合観戦できる、なんならちょっと会話できるんじゃないかぐらいの距離に見れるんで、そうね。はい。臨場感あるもんね。そうですね。野球には野球の面白さがあるし、ソフトボールにはソフトボールの面白さがあるっていうのを知ってもらうことが大事かな。本当にそう思いますね。はい。本当観客が来て、酒飲みながらでも、見に行くみたいな。なんかそうなったらなんかもう本当もう思い残すことないですよね。わかりました。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。話し足りたかな。ちょっと話しすぎたぐらいですね。本当。ソフトボールへの思いを最後語ってしまったので、はい、予定外でした。はい、今回は松田ひかるシリーズ、学生編、社会人編をお送りしました。まだまだ松田ひかる見せてない部分いっぱいありますので、彼もそうですけれども、うちのチームにもまたスポットを当てながらいろんなことを紹介していければと思います。それでは本日はありがとうございました。さようなら。さようなら。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!